皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、魅力的な線画を描くということで、線画、イラストでですね、やっぱり重要な要素となってくる線ですね。線についてのお話をね、したいと思いますので、ぜひ最後まで見て、イラストについての線、どうやってね、描いたらいいか、どうやったらいい感じになるかっていうのをね、見ていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、今回ですね、魅力的な線画を描くということで、イラストにね、非常に大事な要素となる線ですね。結構線ありイラストとかね、言われたりするもので、イラストの輪郭にね、線が取ってあるようなイラストだったり、漫画のね、キャラクターのイラストのペンで描いた、キャラクターの輪郭とかですね、ペン画で描いた線とか、そんな感じでですね、結構イラストについてはですね、線っていうのを結構描くことがあります。もちろん線なしの背景っていうのもね、いっぱいあります。僕もいっぱい描いてますけど、たまにですね、線ありの背景描きたいなとか、最近線ありのイラストもですね、興味ありますので、そういう感じで線ありでイラスト描きたいな、背景イラストもね、線ありで描きたいなって方もいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、そういう時にですね、塗りとかも大事なんですが、この線っていうのもね、非常に大事になってきますので、この線もね、ちょっと気をつけてほしいなということで、今日はやっていきたいと思います。で、ここに書いてますが、線があるとですね、線なしと比べてどう違うかっていうと、これ線ありなんですよね、この辺が。輪郭が分かりやすいですよね。このソーセージはソーセージがここはね、輪郭あるんだよ。それからレモンはレモンでここだよ、みたいな感じでね。物体としての存在感をつけやすいのが、この線あり背景の特徴になります。実際のこの世の中を見てみるとですね、自分のこの縁にね、線っていうのは絶対存在しないんですけど、この背景とのね、色の違い、コントラストの違いとかでね、ここにくっきり輪郭が見えるだけなんですが、イラストで描く場合はですね、線を描くと、輪郭をすごいね、強調させやすいっていうのが特徴になるかと思います。で、この線もですね、いろいろな要素があるんですが、今回ですね、この線の太さ、色、タッチなどなど、この3つ、主にこの3つかな。でですね、個性が出てくるので、非常に面白いよっていうのと、この3つをですね、結構気にして書いてあげると、少し違った考え方ができるかなと思うので、この3つをピックアップしてやっていきたいと思います。さあ、その3つがね、こちらになります。線画のコツ。今回はこの線画の3つのコツになるんですが、まずはですね、線の太さで表現するということになります。線画もですね、やっぱ慣れてない人とか、線画をなんとなく描いてしまう人はですね、全部均一の大きさで描いてしまうこと。太さでね、描いてしまうことがあるんじゃないかなと思います。例えば丸を描くときもこういうね、丸じゃなくて、太さをですね、細くして太くして、というような感じで描いてあげると、全然ね、感じが違うと思います。これが太さですね。で、この太い細いっていうのはどういうね、意味があるかっていうと、例えばですね、太い線っていうのは近くを表すことができて、細い線っていうのは遠くを表すことができます。遠近感ですね。これはですね、遠近法で、奥の方にいたらちっちゃくなって、手前の方にあると大きく見えるような遠近法があると思うんですが、それと同じでですね、線の太さもですね、手前の方が太くて、奥の方が細いと、遠近感をね、より感じやすいので、遠近感あるけど、同じ線の太さでやってしまうと、ちょっとね、違和感があることもあります。ただ、それをね、狙っているんだったら全然問題ないですが、基本的にはですね、近い方が太い。で、遠い方が細いっていう形でね、覚えておくと使いやすいかなと思います。またですね、この強弱で線にリズムをつけるっていうのもね、おすすめの方法でございます。このナイフを見てみるとわかるように、ここでは細くなってて、ここではね、太くなってるのがわかると思います。これ完全にね、同一の同じ太さでね、こうやって書いてしまうとですね、別にこれはこれでシンボルな感じでいいんですけど、面白みは少し少ないかなというのが、均一な感じ、バランスのいい感じになるかと思います。ですが、この強弱をですね、つけてあげることによって、細いところとね、太いところでイメージがね、違うんじゃないかなと思います。線にね、リズムをつける。これがですね、厚みや影になりそうな場所を太くするっていうのが特におすすめかなと、個人的にはね、そう思っております。例えばこの持ち手の部分とかはですね、ちょっと厚めにしたいなとか、影を落としそうだなってところは少し濃いめにして、この刃の部分、この細くてね、鋭利な部分っていうのは少し細めの線で描いてたりとか、そういう感じでしてあげるとですね、線にリズムが出てですね、面白いかなと思いますので、ぜひこの辺の線の太さっていうのも結構重要になってきます。
なので、なんとなくね、もう同じポイントの太さ3ポイントで固定して書くとかじゃなくてですね、筆圧設定で太くしたり細くしたりできるようにして、入り抜きですね、リズムよく太くしたり細くしたりしてあげると、自然な線の太さをですね、表現できると思いますので、ぜひですね、チャレンジしてみてください。この線の太さは本当にね、大事だと思います。漫画家とかはね、特にこの線の太さ意識してるんじゃないかなと思いますので、漫画をね、見るのもすごいおすすめになります。特に G ペンっていうアナログのペンで書くとですね、この太さっていうのが逆に均一に書くのが難しいので、アナログで一回ね、書いてみても勉強になるかなと思います。じゃあ、次にですね、線の太さの次に、今度はですね、線のタッチで表現するというものになります。これもですね、線の表現の仕方の一つだと思うんですが、このタッチっていうのは今回ですね、デジタルで書いてますので、ブラシですね。線もブラシでですね、表現が大きく変わりますよということになります。ここに載ってる線、これ綺麗なね、線で書いてるんですが、このナイフとこっちにあるナイフ、こっちガサガサしてるのがわかるかと思います。こんな感じでですね、同じナイフを書いてるんですが、違いがわかるでしょうか？こっちは荒々しい感じ、こっちはスタイリッシュな感じのイメージがね、伝わるかなと思うんですが、こんな感じですね。使うブラシを選ぶことでですね、表現方法が変わってくるかと思います。特にこういう硬めのものはですね、硬めのブラシを使ってあげることで表現しやすいかなと思いますので、ぜひですね、この線のブラシもですね、いつも同じ、普通のね、丸ブラシだけ使ってるって人は、いろんなね、ブラシ使ってみてください。もうそれだけでね、全然イメージが違うんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、タッチも気にしてみてください。そしてですね、次に線のつなぎを意識して描いてあげましょうという点になります。この絵の部分ですね、こういう形の部分。ナイフの子なんですけど、書くときにですね、どこで止めて、どこで流していくのか。例えばここがね、角になってたとしたら、ここで一回止めて下に行く。という書き方なのか、一回通り抜けて、ここからクロスするのか。とかですね。こういう形でどう書いたらいいのかっていうのも意識的にやってあげるといいかなと思います。この線のつながりですね。特にこういう滑らかな部分はですね、滑らかに書いて、ここからまたつないで書いてあげるとかするとですね、後から消しゴムで消した時にですね、ちょっとベコって消してしまうとですね、ちょっと台無しになってしまいますので、できれば滑らかなところは、綺麗に一筆で書いてあげる方がおすすめかなとは思います。こういう角の部分はね、飛び出して綺麗に消してあげるのも全然いいんですが、こういう流れがね、やっぱ大事なところとか、止め跳ねですね。ここで一回止めて、グッといくとか、そんな感じのですね、書道に近いものがあるかと思いますが、硬い部分を書いているのか、それとも緩やかなね、滑らかなところを書いているのかっていうのも自分のどう書いていこうか、どう止めてどう流して書いていこうかっていうタッチ、これもタッチですね。で、結構差が出てきますので、ここもですね、なんとなく全部こうやって書いてるとか、全部一筆書きで書いてるとかじゃなくてですね、ここはあえて止めて角を作るとか、ここはあえて流して書くとかね、考えてあげるといい感じの表現になるかと思いますので、ぜひここもね、試してみてください。というわけで、2つ目は線のタッチで表現するでした。で、最後3つ目ですね。3つ目は線の色で表現するという表現方法になります。線の色ですね。これ輪郭線を取ったら、輪郭線って大体黒で取る方がね、多いのかなと思うんですが、黒そのままでね、してあげるのも表現として、ね、全然ありだと思います。ですが、何も考えずにね、黒で描いてるだけの方は、一回ですね、彩色に合わせた色とかにね、変えてみるのも面白いかなと思います。例えば黒のイメージはね、すごい濃ゆい感じにね、なっちゃいますね。輪郭がすっごい出てきて。ですが、ちょっと彩色に合わせた濃い茶色に変えてあげると、ちょっとね、印象が違うんじゃないかなと思います。こんな感じですね。何も考えずに輪郭は黒を使おうとかね、思ってる場合は、少しね、色も選んでみてください。さらにですね、一色だけじゃなくて、こんな感じでですね、明るさとか影、こっち明るめの線にして、こっち濃ゆめの線にしてというような感じでですね、明るさや影っていうのを意識した色を線画の方にも入れてあげるとですね、また一つ表現方法が違うかなと思います。結構ですね、線一つとってもですね、カラーを変えるだけでですね、全然印象が変わってくるのがね、わかるかと思います。こんな感じでですね、線の色っていうのも非常に重要になってきますので、ぜひですね、なんとなく黒とかじゃなくて、ちゃんと理由をつけて線の色も決めてみてください。
はい。というわけでですね、今回は魅力的な線画を描くイラストに大事な線のね、コツということで紹介してきました。基本的にこの3つをね、僕はこう意識して描いてるんですが、線の太さですね、まずは。ただなんとなくね、同じ線の太さで描くんじゃなくて、ちゃんと意識しながらね、強弱をつけてあげましょうとか、あと線のタッチ。なんとなくね、丸筆だけ使うんじゃなくて、いろんなブラシを使ってみましょう。あと線の色。これもね、なんとなく黒じゃなくて、こう色もね、いろいろ変えてみてくださいっていうね、この3つになりました。全部ね、なんとなくでやってるよりは考えて、こういろいろね、組み立てていった方がいいよっていうね、内容にはなるんですが、結構線が、もうそこをね、変えるだけでも印象変わるんじゃないかなと思いますので、まだね、やったことないよとかね、線がいつもイメージよくわかんないなって方はですね、試してみてもらえればと思います。キャラクターイラストだけじゃなくてね、背景イラストの方も線あり背景とかも結構ありますので、僕もね、結構線あり背景好きなんで、今後もね、バリバリ描いていこうと思いますので、またね、そちらの方もでき次第ね、アップしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売しておりますので、こちらも概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。